こんにちは。今回は去年に訪れた琵琶湖の港や漁港で魚影が濃いと思ったり、釣れるポイントを僕なりにランキングをつけました。ポイントと水中映像を紹介していきます。このランキングは僕の主観的なものなので、その時の時期や状況でもちろん変わると思います。たくさんの情報を持っておられる方もいると思います。参考程度に見ていただいたり、情報を共有できたりしたら嬉しいです。立ち入り禁止や工事で入れない漁港や港には行っていないので、9つの中のベスト3を選んでいきます。西の北は今津の方まで行っています。で、東の北は長浜です。そこから、南湖方面まで入れる漁港については調べてみました。9つの港をダイジェストで紹介します。ダイジェストよりも詳しく知りたい方は概要欄に動画の URL を貼っておりますので、また見ていただければ嬉しいです。まずはじめに近江今津にある稚内漁港です。ここは結構水も綺麗でしたね。で、僕が行った時は表層に稚鮎が多くて、見ていただいたら分かるように下には結構バスがたくさんいましたね。こんな風にめちゃくちゃ泳いでたので、もう本当にここは結構いいポイントかなと思います。続いて近江高島にある大溝港です。ここは有名な乙女ヶ池とつながっています。バスの魚影以外にも鯉とかも結構多かったかなという印象があります。次は近江舞子にある南小松漁港です。ここは小さい漁港で1時間程度で全て回れるぐらいです。周りにはですね、内湖があったり浜からも釣れたりするので、個人的には結構好きなポイントですね。で、水がきれいで漁港の底まで見えることもあります。僕が行った時はバスは多いんですけども、結構サイズが小さかったかなというふうな印象でした。次は琵琶湖の東の北側にある長浜港です。ここは竹生島に渡る船とかも出ていて、結構大きな港ですね。で、駐車場とかもあってですね、足場もいいですし、子供とか連れてきても、楽しめるようなポイントかなと思います。こちらの映像は港の外向けのポイントです。外側の方がですね、結構いいサイズのバスがいましたね。で、ここのいいところは単独ではなくて、数匹泳いでたりしましたので、魚影は比較的濃いかなと思います。あとバス以外の、ウグイとかそういった魚も多くいました。今映っている場所がですね、港の内側になります。で、竹生島に行く船が停泊する場所は、釣りがしにくいんですけども、それ以外は結構できましたね。で、琵琶湖の北側にある場所としては、僕が行った時は結構水がそれほど綺麗とは思わなかったです。で、内側はですね、小さいバスやギルがめちゃくちゃ多くいましたね。今映っている通りですね、すごい数がいました。で、結構子供と餌釣りをしている方とかも、ちらほら見かけました。次は彦根にある彦根港です。ここは旧彦根港も近くにあって、初めて行く方は間違いやすいので注意です。防波堤が結構伸びていて、先まで行けます。僕が行った時は風が結構強くて、外向きで釣りをするのは難しかったですね。ですので、水中の映像も内向きだけです。で、内向きの映像でも防波堤の先の方が、結構いいサイズのバスがいました。で、彦根港で釣りをされている動画とかでも、内向きで、釣ってはるっていう印象が、多いかなっていうのが僕の感想です。港の手前の方はですね、結構バスも小さくなってきて数が多くなるという印象なので、数が釣りたいという方は港の内側で、なるべく手前の方がいいかなという印象でした。次は同じく彦根にある旧彦根港です。ここは彦根港と水路でつながっている場所です。琵琶湖のおかっぱりポイントでも釣果が期待できる有名なポイントです。休日に行きますと釣り人も多いです。釣果が期待できるあって、このように魚影もかなり濃くて、僕が行った時はボイルをしているバスを何度も見ることができました。足場は良くて水面から高くないので結構釣りやすいんですが、後ろに結構木があったりとか、
障害物が多いので少し投げにくいなっていうのが印象的です。で、水深は結構2から3メートルほどで、川底はウィードがぎっしり生えている場所が多い感じでした。で、ここは温水が一年中出ているみたいで、冬でも釣れる、1年間通して人が多い場所かなと思います。周りも結構釣れていたので、人気の理由を感じさせてくれました。次は安にある吉川漁港です。ここは安川の横にあります。琵琶湖から水路でつながっている港の方は釣れそうな障害物などあるんですが、そっちは魚影が少なかったです。反対側にこういうふうに大きなバスが泳いでいます。琵琶湖のこのテトラ周辺にバスが多くて、さっき映ってたとか今映ってるみたいにいいサイズのバスが数匹泳いでいるので、もう一度行かないといけない、ちょっと挑戦したいポイントですね。次は大津の浜大津にある大津港です。ここはかなり大きな港で西がなんかも通ります。湖に出ている遊歩道はバスもついていていいポイントですが、釣り人や観光の人も通るので周りに気をつけないといけない場所です。足場も良くて駐車場やトイレもあるのでファミリーでも楽しめそうです。バスもしっかりついていますので結構釣れるポイントかなと思いますし、ナマズなんかもいていいポイントだなと思いました。ここはですね、夜も結構明るいので夜釣りなんかも楽しめるポイントだと思います。最後は大津にある小琴港です。ここも大きな港で昔から有名なポイントで僕もよく釣っていた場所です。ただ今はバスの魚影はありますが、餌釣りをされてた方でもあまり釣れていなくて、港内で釣るのはかなり厳しいなというふうに思いました。あと防波堤の方も入れないので、限られた場所でしか釣れないです。僕が行った時は水の流れも少なくて、かなり濁っていました。少し寂しいんですが、正直あまりおすすめできるポイントではなくなってしまったなっていう感じを受けました。9つの港をダイジェストで紹介しました。ここから釣れる港のランキングです。自分が YouTube に投稿した動画を要約したもので紹介していきます。まずランキング3位ですが、長浜港です。ここを選んだ理由は、港の外と中の両方とも魚影が濃かったところです。ポイント2の外側は結構いいサイズの、こういう風にバスが映っていますし、この辺は朝夕とか活性が高い時に攻めてみても面白いんじゃないかなと思います。で、活性が落ち着いて、なかなか釣れないなと思った時は港の中とかで小バス狙いなんかもできるんじゃないかなと思います。港も広いので、半日ぐらいかけて攻めることができるかなと思います。このポイント5ですけども、建物がありまして、その下にはこういうふうに無数にブルーギルがいます。この辺は小さいのでなかなかルアーの対象外かなとは思うんですけども、この辺の小バスの群れとかはですね、結構ワームとか小さいサイズで狙ってみても面白いかなと思いますし、すごく魚影が濃いっていうのが、第3位の理由です。続いてのランキングの2位は知内漁港です。先ほどのダイジェストでもかなりのバスが映っていたと思うんですが、圧巻ですね。ポイント4の防波堤の先が最もバスが群れていました。サイズは25から30センチぐらいのものが多かったですね。この日はバスの活性も高くて2桁は釣れました。個人的には1位にしたいぐらいなんですが、次に行った時はバスの群れが少なくなっていたので、時期によって結構差があるポイントだなと思いました。当たりの時はかなり美味しい思いができるので、近くに行った時は立ち寄る価値は十分にあるんじゃないかなと思います。ポイント3の方ですね。下の方に黒い魚の群れがいます。これがすべてバスです。無数の数がいるのがわかります。僕もこれだけ群れているのは初めてでした。この表層に稚鮎が群れていて、この日はめちゃくちゃ魚が多い状態でした。では第1位の発表です。
第1位は旧彦根港です。ここを1位に選んだのは単純に釣れるからです。サイズは小さめですけども、よく釣れます。ウィードから水面までも2メーターぐらいなので、僕はノーシンカーで釣りました。11月ぐらいに行って、その後12月にも少し立ち寄ったんですが、やはり釣れましたね。本当に初心者とか新しい釣り方や新しい道具を試すにはもってこいなポイントだと言えます。ただ、あまりいいサイズのバスは期待しにくいのが残念なところですが、その辺は彦根港とか琵琶湖に面しているところに行けばサイズは上げられるので、周囲にも彦根はたくさんいいポイントが多いので、1日かけて回りきれないので、旧彦根港を含めて彦根はおすすめのポイントだと言えます。最後までご視聴ありがとうございました。今回は僕が去年に行った漁港や港の水中映像などから主観的に勝手に釣りやすい、魚影が濃いなと思った場所のランキングをつけました。皆さんのマイフィールドだったり、釣り方を知っている方は、もっとあそこは釣れるなどのご意見もあると思います。ぜひ情報共有できればと思っています。よければコメントください。あと、今回ダイジェストの映像をもう少し詳しく見たい方は、概要欄に URL を貼っていますので、参考にしていただければ嬉しいです。これからも情報を発信していきますので、よろしくお願いします。応援していただける方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。